sorry, the number you have dialed is not in service at this time. どうもこんばんは。焼肉ベースかけるのしんすけです。ちょっと花粉がやばいですね。鼻水止まんないんですけど、今日はちょっと鼻水にも負けない、豪快ハンバーグということで作っていきたいと思います。で、ハンバーグ、肉汁をちょっとしっかり出したいので、ちょっと本格的なハンバーグを作っていきたいと思います。ただ、材料はご自宅にあるもので作れると思いますので、新入生のね、パパママ、お弁当の中にね、一つこういうハンバーグ入れてもいいと思いますので、ちょっと調理していきたいと思います。まずですね、このヘタの部分ですね。半分にでみじん切りの方法なんですけど、まあいろいろやり方あるんですけど、一般的なやり方だとこのまんまこうトン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 って入れてってで横入れてでそのままいくっていう感じなんですけど、今日はもうちょっと簡単にできる方法として玉ねぎってちょっとこうドーム状になってるじゃないですか。で中見てみるとこの層が何枚にも重なってるんです。こうドーム型の方がこう大きいのから小さいのになってるんですけど、これを包丁をいつもこうまっすぐ入れるんですけど、今日はこうドーム型に入れてってあげて、そうすると一つ一つの切った玉ねぎが割と細めできていくんですね。ちょっと説明難しいんですけれども、でそれを切った後にこっちからトン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 と切っていくと、それだけでみじん切りが完成しますので、ちょっと一回やってみますか。繊維に沿うみたいなイメージ。そうですね、こういうドーム型の玉ねぎの繊維に沿って切っていくってことです。で生姜焼きとかに入れる玉ねぎもこういう風に切ってあげると細いんですけどしっかり食感が残る玉ねぎになりますので、参考にしてみてください。ちょっとこっち向きにやってみますね。そうですでだんだんまっすぐにしてで半分までいったらひっくり返します。でこっちもまた同じように斜めから入れる。だんだん立てる。そうですね。でそうすると一本一本がこういう風に細い形ができるんです。これをこのままこっちに切ってあげるともうそれだけでみじん切りができますので、いろいろ僕もみじん切り試してきてこれが一番時短になりますんで試してみてほしいです。でこのまんまこれでみじん切りになってるの分かりますかね。これだけでもうみじん切りだね。そうです、みじん切りっていう感じで、みじん切りできましたら次こちらを炒めていきます。玉ねぎ強火で炒めていきます。強火なんだ。強火で弱火じっくりのイメージだった。強火でやった方が結構ね5分の1ぐらいに時間が短縮できるので、僕はちょっと強火でいつもやるんですけど、でまずサラダ油引きます。さっき刻んだ玉ねぎ強火で入れます。で弱火でやると多分ねこれ20分30分ぐらいかかるんですけど、これ多分5分ぐらいで強火でやるとできるやり方をちょっとお伝えしたいと思います。全然違えな。時間が。僕すごいこの作業嫌いなんでどうにかできないかなと思って試した結果このやり方にたどり着きました。でこのように鍋全体に平べったく玉ねぎまんべんなくでこのままちょっと動かさずに放置してください。である程度ちょっと焦げがついてきたらまたまんべんなく玉ねぎを入れます。ある程度ここで茶色くなってきたら水を少し垂らしてあげます。でこの焦げをちょっとこう水で洗い流してあげる感じ。そうするともう少し飴色になってきてますね。これを繰り返していきます。これあと 3,4 回繰り返せばしっかり飴色の玉ねぎができます。ぜひ試してみてください。水分が飛んでこう量が少なくなってきます。鍋の汚れを焦げをこう回して取ってあげる感じで、飴色玉ねぎはこれどこまでやるか好みなんですけど、これぐらいでやめても大丈夫です。でこれぐらいでやめる場合ハンバーグに少し玉ねぎの食感が残るようにでもうちょっと柔らかくした場合はあと 1,2 回やる。ハンバーグの種の中に生の玉ねぎ入れる人もいるんでこれは本当に好みなんですけど、僕はちょっと甘みを出したいもう少しやってます。だいぶ茶色くなってきました。最後入れた水の水分が飛ぶまで、
炒めます。それで完成です。で最後はちょっと焦げつかないように面倒見てあげて、こんなもんでこれで完成です。これをちょっとバットに移しますね。でここも一つポイントなんですけど、このまんま牛肉の種の中に入れちゃうと肉の脂が溶けてデロンデロになっちゃうので、一旦バットとか、広めのお皿にあげてあげて、粗熱をかけてこれを冷蔵庫で冷やします。そしたらハンバーグの、種お肉作っていきたいと思います。で、黒毛和牛のちょっとひき肉を使うんですけど、ご自宅ですと肉の花正さんで牛豚の合いびき肉っていうのを売ってるので、それを買ってください。別々で買う必要がないので、花正さんのその一緒になってるやつ買っちゃうとすごい楽です。で、まずこの何も入ってないお肉だけの状態のところにお塩を振ります。だいたいお肉のこちらは 1% ぐらいで調整してください。でなるべくこの肉の温度を下げないようにしっかり粘り気が出るまで揉み込みます。結構この作業は力作業なんで大変かもしれない。すごい肉汁を閉じ込める大事なポイントになります。最初に塩を入れて揉み込むことによってだんだんこうやって粘り気が出てきます。こういう感じでちょっとネバネバしてるの分かりますか？でここでちょっとこう粗めの肉とかが残ってたりすると、ハンバーグの形を形成して焼くときにその粗いところの肉から肉汁が外に飛び出しちゃうんです。なのでここは滑らかになるまでしっかり揉み込みます。このひと手間だけで全然焼き上がりが変わるので、ここはちょっと妥協しないでやってもらいたいです。である程度粘り気が出てきましたら、ここに調味料入れていくんですけど、まずこちらですね、牛脂、これポイントになります。しっかり揉み込んでいきます。ここ手早くやってください。なんでかっていうと、牛脂がこの肉冷たさで固まって凝固してきちゃうので、少し緩いうちに全体に行き渡るようによく混ぜてください。牛脂はスーパーとかにある牛脂でちょっと溶かして使う感じかな。そうですね、電子レンジで少しチンするか、もしくは常温に置いとけば油出てきますので、だいぶ粘りが出てこう手についてきますよね。ナツメグですね。でナツメグはお肉の臭み消しになります。でナツメグを少し入れることによって本格的なプロの味になりますので、今までナツメグ使ったことがない人は少し入れてみてください。お店で食べたハンバーグの味にだいぶ近づくと思います。香りがいい。香りも出ますし、肉のちょっとこう独特な匂いがあるじゃないですか。これを香辛料が消してくれるんですね。なるほど。そしたらこちらも次入れていくものでポイントになります。いつも多分パン粉使うと思うんですけど、これお麩使ってます。でお麩はパン粉の水分の吸収率が 1.5 倍ぐらい多いので、ここにしっかり牛乳を混ぜてあげて、牛乳を混ぜた状態でこれを種に入れていきます。これも肉汁が出る一つのポイントになります。で続いて先ほど冷蔵庫で冷やしておいた飴色の玉ねぎですね。だんだん粘り気も増してきて手にまとわりついてくる感じですね。そしたら卵を入れていきます。卵全卵ですね。で、ブラックペッパー、このネバネバ感、これで種完成になります。素材と素材をこうなじませるために冷蔵庫に入れていきます。ではこちら冷蔵庫で30分冷やしていきます。冷蔵庫でちょっと量が多かったので1時間ぐらい冷やしました。でこちらちょっと形を形成していきます。で形の形成の仕方めちゃくちゃ大事なんでよく見ておいてください。まずサラダ油で手をコーティングします。くっつかないようにです。ここの置いておくお皿にも油を少し塗っておいてください。くっつかないようにです。肉汁を閉じ込めたいのであれば結構多めに取ってください。250g ぐらいがいいかなと思います。でしっかり空気抜いていきます。ちょっと見ていただきたいんですけど、よくハンバーグ真ん中押す方いるんですけど、真ん中押さないでください。この俵状が一番肉汁が閉じこもるので、僕の経験上ですけどこの肉の表面をこうやってすごい滑らかな
表面にしてもらいたいんですね。でこういう隙間があるとここから肉汁飛び出しますので、焼いてる途中にこういうところはしっかり埋めてあげてください。中に空気が入っているとその気泡が破裂して表面を打ち破って肉汁が出ちゃいますので置いていきます。これぐらいのイメージですね。じゃあちょっと次焼き付けていきますので、最初火加減なんですけども、中火くらいでできた。あんまり強くしちゃうとハンバーグの表面に穴が開いてしまってちょっと弱火というか中弱火くらいでこれくらいの火加減で最初からもう蓋を閉めといてください。で見ていただきたいんですけど、常にハンバーグの下に油が敷かれているような状態を確認してから蓋を閉めます。これで最初、6分ぐらい焼き色をつけるためにちょっとこっちあんまり動かさないようにしてください。5分経ちましたのでひっくり返していきます。いい焼き色ですね。でこの時も慎重にひっくり返してください。でまたこれ動かさずに蓋をします。でここから火を弱火に変えます。弱火です。でここから7分焼きます。はい、じゃあ7分経ちましたのでちょっと蓋開けますね。はい、いいですね。はい、でちょっと盛り付けますね。乗らない。ほら、すごいっすね、これは。煮汁が。これで。そしたら、お肉焼き上がりましたので、次ソース作っていきます。で。さっき焼いたこの肉汁ですね、これをソースに入れたいので洗わずにこれを使ってください。でその間に材料ですね、お醤油、赤ワイン、ケチャップ、ウスターソース、手ですりおろしたニンニク、バターの順番です。でまず赤ワイン入れていきます。ソース完成です。これハンバーグにかけて、試食していきたいと思います。じゃあ変わりまして、ケイスケです。早速さっきのハンバーグをじゃあいただいていきたいと思います。これが。いただきます。うまっ。旨味がすごい。味がそう、何もつけなくてしっくりけど、全然これでいけるかなっていう。香りがいいから。ナツメがいい仕事。ハンバーグはね、やっぱごめん。いいわ。じゃあ、つけるような形で。
ゃんとお店の味。全然お金払える。じゃあ、もう一個じゃあ、おろしポン酢で。さっぱり。あ、さっぱりです。ポン酢最強っすね。このハンバーグわさび醤油行ったことない。いけるね。あ、全然ありだわ。むしろいい。むしろおすすめ。はい。うん。これあれです。完全に。うますぎや天使です。いや、なんかちょっと、真似てみようかなっていう。ほぼパクリです。サムさんとリサの点。ごめんなさい。リスペクトしてやってる。最後、残りを食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ今日はハンバーグということでやっていきましたので、また次回お会いできたらなと思います。2号はね、ベリーイージ